はい、こんにちは。宮尾健二です。今回はタイトルにもあるように 125cc クラス原付2種のスクーターを紹介していきたいと思います。紹介する車種はこの9車種になるんですが、ちょっと多いですので、動画の方は2本に分けて、今回の動画はパート1としてホンダとスズキを、次回パート2でヤマハの紹介をしたいと思います。早速ですが、紹介車種の主なデータはこちらになります。じっくり比較したい方は一時停止してご覧ください。この4月から就職や進学などで新生活が始まる方も多いかと思いますが、一方で例の感染症はまだまだ収束していない状況で、満員電車を避けてバイク通勤や通学を検討されている方も多いかと思います。昨年も 125cc スクーターの紹介動画上げてるんですけれども、あれから1年経ってモデルチェンジした車種もありますので、今回は改めて2022年3月版として新しい情報でご紹介したいと思いますので、参考にしていただければ嬉しいです。では最初はホンダの PCX になります。現行型は2021年1月28日発売となったモデルです。言わずと知れた人気ナンバーワンの原付2種スクーターになります。装備も豪華で燃費パワーともに高いレベルですので、迷ったなら PCX にしておけばまず間違いはないんじゃないでしょうか。エンジン関係については最高出力 12.5 馬力、最大トルクは 1.2 キロと、いずれも今回紹介車種中最高の値となっています。燃費はリッター 47.4 キロ、燃料タンクは 8.1 リッター、燃費はディオ110やアドレス110などの 110cc クラスにはかないませんが、燃料タンクが大きいので航続距離は 383.94 キロとなります。1回の給油で走れる距離が今回紹介車種中最高となりますので、通勤や通学で毎日乗るのであれば頻繁に給油しなくて済むのはありがたいですね。またアイドリングストップも採用されています。続いて安全装置です。ブレーキはフロントに ABS を採用しています。またセレクタブルトルクコントロールを採用し、タイヤにかかる力を最適化して後輪スリップを抑制してくれます。無茶な運転をカバーしてくれるようなものではないですが、滑りやすい路面や加速時の安心感を高めてくれる装置です。セレクタブルとあるようにオンオフの切り替えもできます。続いて装備関係です。鍵はスマートキーを採用しています。これはいらないと思われる方もいるかもしれませんが、実際使ってみると非常に便利です。僕もですね、スーパーカブ C125 でスマートキー使っていますが、便利すぎて、なんなら全車種スマートキーがいいと思ってしまうほどですね。電源は USB Type-C ソケットが装備されていて、スマホの充電もできます。通勤通学など決まった道を走るときにはナビなど使わないかもしれませんが、ツーリングなどでスマホをナビ代わりに使用する際には給電しながらスマホを使えるので非常に便利、というかもはや必需品となっていますね。シート下のラゲッジスペースは30リッターもの容量がありますので、ヘルメットはもちろんカッパも一緒に入れておけます。通勤通学に使うのであればカッパは必需品なので、必ず収納場所や運用方法は考えておいた方がいいです。これは以前にもお話ししましたが、僕は自宅と会社のロッカーにそれぞれカッパを置いておき、朝から雨の時は家からカッパを着て出発して、帰りだけ雨の時は会社に置いてあるカッパを着て帰っていました。全部乗せといった感がある PCX のお値段なんですが、以前は他に比べて少々高いイメージがありましたが、ライバル車種がモデルチェンジに伴って価格が上がってきているので、相対的にではありますが、以前ほど高いイメージは薄れてきているような気がします。次にホンダリード125です。こちらは2022年3月24日に新型が発売されます。この動画編集時点ではまだ発売されていないんですが、新旧比較するとエンジンは4バルブ化された新しいエンジンとなりますが、価格や燃費など若干ではありますが悪くなっています。逆にトルクは 1.1 キロから 1.2 キロに上がっています。排ガス規制への対応を行っていますが、スペック上そんなに大きな変化はありません。エンジン関係については最高出力11馬力、最大トルクは 1.2 キロとなっています。燃費はリッター49キロ、燃料タンク容量は6リッターです。燃費は非常にいいですね。110cc のアドレス110よりも燃費がいいです。また PCX と同様アイドリングストップも採用されています。
ブレーキは ABS ではなく CBS、コンバインドブレーキシステムを採用しています。コンバインドブレーキシステムとは前後のブレーキが連動して制動力がかかるシステムですが、ホンダの場合コンビブレーキと呼ばれています。続いて装備関係です。旧型の鍵は普通の物理キーだったんですが、新型はスマートキーを採用しています。先ほども言いましたが、スマートキー非常に便利なので、これは嬉しい変更です。電源については、旧型はシガーソケット電源でしたが、新型は USB Type-C ソケットが装備となりました。今となってはシガーソケット電源を使う機会も減ってきてますので、USB の方が使い勝手がいいかもしれません。シート下のラゲージスペースは37リッターと大容量となっています。B4 サイズのカバンも入るとのことなので、リアボックスなどを別途用意しなくても、通勤カバンなどが入るのは非常に便利ですね。価格は税込みで32万4500円。旧型は税込み31万5700円でしたので、8800円の値上がりとなります。リードはホンダの伝統的なスクーターで PCX に比べて燃費の向上やラゲージスペースの容量を増やすなど、より実用性を高めたモデルと言えるかと思います。続いてホンダのディオ110です。今回紹介する車種中、このディオ110と後ほど紹介するアドレス110だけ 110cc となります。発売日は2021年2月25日です。こちらはベトナムホンダがベトナムで製造したモデルですが、日本でも正規販売されているモデルとなります。エンジン関係については最高出力 8.7 馬力、最大トルクは 0.92 キロとなっていて、125cc に比べるとだいぶ低い数値に見えるかもしれませんが、都市部の一般道を走る分には十分な力があります。燃費はリッター 54.9 キロ、燃料タンク容量は 4.9 リッターです。最近ガソリンの価格は高止まりしていますし、今後もロシア情勢などもありどうなるかわかりません。毎日の通勤や通学などで使うのであれば、燃費の良さはバイクを選ぶ際の重要なポイントです。ちなみにこちらもアイドリングストップが採用されています。続いて安全装置です。ブレーキはリード125と同様 ABS ではなくコンビブレーキシステムを採用しています。続いて装備関係です。鍵はスマートキーを採用しています。この価格帯のスクーターにもスマートキーが採用されるようになってきているので、今後は標準的な装備になっていきそうですね。残念ながら電源はついていません。ツーリングなどの趣味のバイクという感じではないですので、通勤や通学、ご近所バイクとして考えるのなら、電源などの装備はついてないけれども、その代わり価格を抑えられたバイクを選ぶといった選択もありだと思います。シート下のラゲージスペースは18リッターと小さいです。ヘルメットを入れたら他には何も入りそうもないので、広いラゲージスペースが必要なのであれば別途リアボックスなどをつける必要がありそうです。価格は24万2000円から、車体カラーによって価格が変わりますが、他の車種に比べて圧倒的に安いです。通勤通学、買い物バイクと割り切るなら非常に良い選択肢の一つだとは思いますが、バイク好きの一個人の意見としては、もう少し趣味性や所有感のあるバイクの方が乗っていて楽しいだろうなと思う気持ちもあります。最後にスズキアドレス110です。発売日は2020年10月8日です。現在スズキのホームページを見るとアドレス125もスイッシュも生産終了となっており、アドレス110がスズキの原付2種スクーターの唯一の現行車となっています。スズキインドモービルモーター社がインドネシアで製造したモデルで輸入車となりますが、正規販売モデルです。エンジン関係については最高出力 8.8 馬力、最大トルクは 0.88 キロと他の 125cc スクーターに比べて低い数値となっていますが、同じ 110cc のディオ110と比べると大きな差はありません。燃費はリッター 48.9 キロ、燃料タンク容量は 5.2 リッターです。ディオ110よりも燃費は悪いですが、125cc のリードやアクシス Z に比べても低い数値となっています。排気量を考えればもう少し頑張ってほしいところですが、それらに比べて少々古い設計になりますので、致し方がないところがあるかもしれません。続いて安全装置です。ブレーキはコンバインドブレーキシステム、前後連動ブレーキを採用しています。次は装備関係です。鍵は普通の物理キーですね。キーシャッターがついています。電源は装備されていないようです。
シート下のラゲッジスペースは 20.6 リッターでディオ110より 2.6 リッター多いとはいえ、やはり小さめですので荷物が多い場合はベッドリアボックスなどが必要になりそうです。価格は22万5500円。今回紹介車両の中では最も安い価格です。通勤通学買い物バイクと割り切るならディオ110かアドレス110を選択するのも良い選択肢の一つだと思います。いかがでしたでしょうか。今回はホンダ車とスズキ車の紹介となりましたが、次回パート2ではヤマハ車の紹介をしたいと思いますので、ぜひそちらもご覧いただき、スクーター選びの参考にしていただければ幸いです。それでは本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とコメント、高評価もいただけると今後の励みになりますので、ぜひお願いします。それではまた。